今回はこのバイクのスペック紹介をしたいと思います。このショベルヘッド、名前はエンバーウィングっていう名前をオーナーさんと付けさせてもらって、ニューオーダーチョッパーショーに出展させていただいて、その後、関西万博にも出演させていただきました。でまだスペックのね、紹介とかができてなかったので、どこをどういう風に作って、細かいところであったりとかそういうことを説明できたらなと思います。ホイールはフロント21インチのホイールでシングルディスク。キャリパーはカスタムテックを使ってます。フロントフォークはちょっとミッドタイプのオリジナルフォークで、この辺ツイストをさりげなく下の方に入れて、この辺の造形とかね、こういうとここだわって、このバイクだけのスプリンガーフォークっていうのをしたかったので、結構時間割いて、細かいとこ制作したかなと思います。長さは4インチオーバー、ストックサイズではなくて4インチオーバーにしてます。ヘッドライトもワンオフで制作させてもらって、造形美を入れながらオリジナリティあるヘッドライトになったかなと。サイズは4インチになります。で、ハンドル周りですけど、このタイプはうちで何本かやってきた中の、このライザー部分に関して形をちょっと造形を変えて制作しております。出来上がってみたらね、そこまでわかんないんですけど、かなり複雑な工程で制作してて、作るのがすごい大変なものですけども、この車両だけにマッチする、いい感じに出来上がったかなと思います。そして左側からオーナーさんの体格とかそういうのも考慮しながら、ステップ位置はミッドにして、ツーサイドのジョッキーにしてます。ベルトが2インチになります。で、このペグですね、ステップもダイヤ柄で、結構うちがダイヤ柄をモチーフとしてきてますので、このダイヤ柄を、削り出しで表現しております。この辺のフレームでもそうですけど、ダイヤ柄っていうのをちょっと意識して随所にそういう散りばめております。そして、シフト、ジョッキーシフトのレバーもこういうのも、この辺もワンオフで制作して、ツイストの使い方っていうのをこう随所に散りばめながら、やりすぎず、この辺が、それぞれですけど、今回この車両で抑えながらどう見せていくかっていうとこで、こういうようなやり方をしています。シフトノブは、うちのオリジナルのシフトノブがあるんですけども、それを、今回、車両に合わせた色で塗っております。簡単にね、これも剥がれるものじゃなく、しっかりとした、塗装でつけてますので、車両に合った一品物としていいものができたかなと思います。そしてここの、クラッチのシェルのカバーですね。これもうちで、何回かやってるんですけども、この車両だけのためっていうところで制作して、オーナーさんの足を守るっていう意味でこういうカバーをつけてるんですけども、ここに造形をつけて、このエンド部分には、今回随所にエングレービング入れてるんですけども、大阪のアンノンさんに彫金していただきました。で、メインスイッチが、この左サイドのここに来て、チェーンガードからのレフトサイドにナンバープレートをつけております。リアタイヤが16インチ。フロント21の16のセットアップで A1 タイヤを取り付けてます。で、今回、フェンダー、タイヤに合わせてこういう風に製作して、CC バーなしで行こうというところで、ここの処理をどう持っていくかっていうところで、今回すごい時間も割いたと思うんですけども、ただ単にステーではなく、どうここを見せていって、ステーの役割をしっかり果たす強度を持たしてっていうところで、こういう形を制作しました。今回、このやってる技法っていうのは何箇所にもこういうようなやり方をしております。出来上がってみたらね、この過程の工程がわかんないんですけども、かなり複雑な過程で組み合わさってできてます。こういうのも制作する前にイメージして取り掛かるんですけども、それがこうやっていきながら形になっていって、で、いざ形になったものを貼り付けてつけた時に、こう表現できてよかったっていうか、そこまで何十時間もかけてやって結局失敗っていうこともあるから、
でもこれがイメージ通りできた時はやっぱりものづくりをしていてよかったっていう感覚になりました。リアホイール16インチのダブルディスクで、キャリパーは、パフォーマンスで、キャリパーサポートの部分にもアンノーンさんにエングレービングをさりげなくここに入れてもらってます。シートも今回シングルシートで、うちであんまりシングルシートっていうのはスプリング入れるタイプはねいっぱいソロシートであるんですけども、シングルシートでしっかりと表現しようっていうところで、今回結構厚みも割と持たしてるんですけども、楽なポジションで、ここでホールディングもされて安定感持たすっていうところで製作してます。シートベースを板金溶接しながら製作して、その後はスポンジ貼って、オーナーさんの体型に合わせて削って成形して、ジミードープさんで革を貼っていただきました。今回革の本革を使ってるんですけども、本革を使ってシートのサイド部分にフレームスを表現していただきました。こちらも、ジミードープさんでやっていただきましたね。そしてオイルタンク。オイルタンクは、うちのオリジナルのオイルタンクで容量 3.8 リッター入るタイプです。で、こちらは、クロームのタイプになっております。この車両にもあって、オリジナリティもあって、雰囲気もあっていいかなと思います。マフラーはシンプルですけども、シンプルの中でどう主張するかっていうところで、こういうような表現をさせていただきました。オーナーさんの足、どこも干渉せずに、いかに綺麗に見せるかっていうところで、造形を入れながらエンド部分もターンアウトさせて、造形美を入れると。こうすることによってしっかり表現できるかなとっていうことになります。エンジンは1980年の、シャベルになります。エンジンのロッカーカバーの部分にもアンノンさんにエングレービングを入れていただきました。この辺ね、エングレービング入れるのもどのぐらい入れるかっていうのがすごい難しいところなんですけども、車両自体で表現できてるとこなんで、入れすぎずにけど主張するっていうところで、横から見るとこには入れない、上から見たとこにこう入れていこうっていうような感じで表現させてもらいました。で、プッシュロッドカバーも、ワンオフで、こちらシルバーで製作しております。牛のロゴであったり、このバイクのコンセプトっていうものを、表現しております。で、エアクリーナーもワンオフで製作させていただきました。この辺にも、コーンカバーの上にエングレービングが入っております。で、ポイントカバーはうちのロゴを入れさせていただいて、これも鋳造で作るとかじゃなくて、一品物として、アルミの削り出しから作っております。そしてミッドステップで、この辺もシンプルだけど、手を入れてちょっとこだわって製作しております。ウインカーがここにあるんですけども、ウインカーは小さいタイプで、よく使うんですけども、ケラーマンのタイプ、クロームタイプを使用しております。ガスタンクは、今回この形でいこうっていう、イメージがあったんで、容量は大体 9. 点いくらっていうぐらいを目指して製作してます。上から見てナローな感じにしたかったんですけども、ナローすぎても違うし、大きすぎてもあかんしっていうところで、車両に合った大きさで製作しました。で、せっかく製作してるから、サイド部分、今回はえぐりを入れて一段落とすというやり方をしてます。この辺もね、この角度をどこで切るか、どっから持っていくか、こういうのも人それぞれのやり方で、この辺はね、すごいちょっとしたことだけど、実は結構考えてて、このガスタンクのこの先端部分もこっちからこう持っていくか、それともこれはこだわったのがフレームに合わせて垂直に持っていきたかったんですよね。本来スポーツ系のタンクっていうのはこの辺ぐらいからこうなってくるんですけども、ここは垂直に落として、言われなければわからないようなこだわりが実はあったりします。で、ペイントは、ビッグサインさんに今回も依頼して、制作していただきました。結構打ち合わせを重ねてコンセプトがある中でどう表現していくかっていうところでクールなペイントにしていただいたと思います。ここに、リーフが入ってるんですけども、シルバーリーフでいってもよかったんですけども、あえてトーンを落としてシルバーリーフとも言えない少しトーンを落とした深い色になってます。
こういうところがやっぱり外の光とか当たることによってよく分かって、こういうところでも細かいですけどこだわりがあります。で、ガスタンク横のフレーム数っていうのも車両に合わせて、シートにも入れてますけども、フレーム数っていうのを表現してもらってます。で、赤のキャンディーなんで結構やっぱり室内と外では、違うので、外の光に当たるとやっぱり綺麗さが浮き立つ素晴らしいかなと思います。私ぐらいの体格からしたらちょっとちっちゃいかなっていうのもあるけど、全然乗れる楽なサイズで、オーナーさんに、楽な気持ちで乗ってもらって軽快に走ってほしいっていうところで、このディメンションっていうかこの形で、イメージして制作しました。早くね、この車両が、オーナーさん乗っていただいて走るとこを、今後、見ていけたらなと思ってます。またこの車両が、12月の、横浜ホットロードショーに持っていきますので、また、来れる方は見ていただければと思います。Somebody loves, who is it profit after all?